皆さん、こんにちは。本日は AI 駆動で構築する AI 駆動開発のためのマイクロサービス CI/CD 基盤の作り方というテーマでお話しさせていただきます。ワックスパートナーズの岩崎と申します。よろしくお願いいたします。まず、簡単に自己紹介させていただきます。改めまして、株式会社ラックスパートナーズ岩崎と申します。去年の11月から株式会社スカラー様に SES という形でアサインさせていただいております。私のキャリアですが、2025年5月まではリース業界で買取営業をしておりました。IT とは無縁の世界で2年間接客と査定業務に従事しておりました。SE になりたいという思いがもともとありまして、転職活動の株式会社ラクスパートナーズに2025年7月に入社いたしました。3ヶ月間の研修を得て、インフラエンジニアとして2025年11月から株式会社スカラー様へアサインさせていただいております。業務といたしましては、第一段階としてはかなり難易度の高いマルチクラウドでの Kubernetes 基盤構築というミッションに直面しております。本日時点で実務経験は約3ヶ月ほどになります。知らないを仕組みで保管するというところが今のエンジニアとしての私のスタンスになります。今回はエンジニア歴が短くても AI とツールを正しく使いこなせば高度なインフラを安全に構築できるという実体験を共有させていただきたいと思います。まずは今回構築を目指すインフラの概要について説明いたします。今回の大きな課題は GitLab を司令塔としてマルチクラウドでの Kubernetes 環境を作り上げることでした。具体的には GitLab ランナーを活用して AWS の EKS、Azure の AKS、そして GCP の GKE という異なるクラウド基盤に対して共通の仕組みでアプリケーションを自動展開できるデプロイ環境を構築しました。クラウドごとの方言に依存せず、どこでも一貫した手順でリリースできる基盤。これが本プロジェクトの土台となります。次にデータ層の戦略についてです。Kubernetes でアプリ層は共通化できますが、問題はクラウドごとに種類が異なるデータベースになります。ここでは ScalaDB をインターフェースとして挟むことで、背後のデータベースが RDS でも RDB でも、アプリ側からはその違いを意識せずに済む、クラウドフィーザーのデータ管理を実現します。最終的には複数のストレージをコードに組み合わせる構成を目指していますが、今回のステップではまず各クラウドにデータベースを一つずつ配置し、確実に動作する環境を構築しました。最後は GitLab を使った AI 駆動開発の運用目標についてです。開発者がローカルテストを得て GitLab へプッシュした後は、マージリクエストを起点に結合テスト、ステージング環境へとパイプラインによって順次自動でデプロイが進みます。本番環境へのリリースでは、リスクを最小限に抑えるため、ブルーグリーンデプロイメントを採用し、最終的なトラフィックの切り替えまでを自動化することを目指しています。AI で構築を加速させつつ、この強固な自動化フローによって、新人の私でも安全に品質を担保できる仕組みを整えました。次に技術選定の理由と背景についてお話しいたします。まず、業務を始めて最初にぶつかった壁が AWS の EKS 構築でした。画面にあるような GUI での構築を試みたんですが、設定項目が膨大でかなり複雑だったため、初心者の私には依存関係の理解が追いつかず、一度挫折を味わいました。その後、CLI ツールを使ってなんとか構築自体には成功したんですが、それは手順が自分の記憶頼みになってしまうブラックボックス化や副人化など一歩手前であると感じました。この時、手作業による構築は再現性が低いということと、個人のスキルに依存しない持続可能な仕組みの必要性を痛感しました。次に、マルチクラウド対応のために各社を比較した際の所感になっています。AWS は非常に設定項目が多く、依存関係の理解にかなり時間がかかりました。GCP は UI がかなり整理されており、非常にスムーズに構築することができました。Azure は独自の設定体系があり、使用できるサーバーのサイズ選択などがやや複雑に感じました。共通の課題として浮き彫りになったのは、クラウド間の方言の差です。各クラウド独自の作法をすべて覚えるのはかなり難しく、手動で構築しようとすると再現性の維持がかなり難しかったです。これらの問題を解決するためになぜ AI をパートナーに選んだのかという理由をここで説明いたします。第一に環境構築の理解を深める一助とするためです。まず、独学では数日かかってしまう調査を AI が整理してくれることで学習のスピード自体が向上しました。AI の回答をもとに公式ドキュメントで裏取りをする学習プロセスが自身の知識定着につながっています。第2に AI を複雑なマニフェスト作成のドラフトとして期待したためです。
複雑なマニフェスト作成やパイプライン定義を AI に支援してもらうことで、経験の浅い私でも構築の全体像を把握しやすくなるのではないかと考えました。そして第3に、エラーメッセージや構成の悩みについて AI と壁打ちを行いました。思考を整理することで構築作業の停滞を防ぐことができました。次に AI の活用とセットで必要なのが GitLab による統合管理です。タスク、コード、CI/CD 環境がバラバラだと、なぜこの設定にしたのかという文脈が失われやすいため、情報の分断を解消する必要がありました。企画からセキュリティ、デプロイまでを一つのプラットフォームで完結させることができるため、迷いのない開発体験を得ることができました。また、自分が苦労した手順を Wiki に集約することで、俗人化を排除し、開発の文脈をチーム全員が共有できる透明性を確保することが重要だと考えました。そして AI 駆動開発を進める上で避けて通れない一番の問題がリスクの問題だと思います。AI は非常にもっともらしいコードを瞬時に生成してくれますが、そこには設計者の意図に反するミスや、セキュリティ上の脆弱性が含まれるリスクが常に伴います。特に私のような経験の浅いエンジニアにとって AI が出力する圧倒的なスピードに対して目視で全ての不備を見抜くということは全く現実的ではありませんでした。実際、不要なバイナリが 141MB も含まれそうになるなど、AI 特有のおかしな挙動をどう検知してどう制御するかというところが大きな課題となりました。そこで重要になるのが自動検証になります。人間が全てをチェックできないのであれば、GitLab の SAST などの機能を使って機械的にリスクをあぶり出してマージ前にブロックするガードレールが必要だなと考えました。また、専門知識が不足している段階でも、スキャン機能がガイド役となってくれることで、意識せずとも安全なコードをかけるセキュリティの民主化というものを目指しました。この盤石な守りがあるからこそ AI を使って高速に構築するという積極的な挑戦が可能になりました。結論として、高度な基盤構築は技術の難解さを個人の力量や俗人化で解決するのではなく、AI の力を学習と実装に役立てて、GitLab の力で安全性を担保しながら構築するという考えに至りました。これにより、たとえ経験の浅い私のようなエンジニアであっても、着実に高品質なサービス基盤を構築することができ、そんな基盤をもとにしたテンプレート開発を目指してここまで取り組んできました。次に今回使用した技術についてです。まず欠かせないのがジェミニになっています。ドキュメントの翻訳からエラーが出た時の壁打ち、実装方針の相談まで常に隣でアドバイスをくれるメンターのような役割を果たしてくれました。次にプロジェクトのすべての拠点となったのが GitLab です。タスク管理からコードの保存、CI/CD による自動検証までこれ一つで完結させています。インフラの自動化には Terraform を使っていて、その後のサーバー内の細かい設定には Ansible を組み合わせて採用いたしました。これらを駆使して AWS、Azure、GCP という三大クラウドすべてに対する基盤構築を同じ操作間で実現しました。さらに AI エディターである Antigravity と Terraform MCP を連携させることで AI がインフラの構成を直接理解し、コードの生成や修正をスムーズに行えるより一歩進んだ開発スタイルを取り入れました。こちらが本セクションのまとめです。私自身主導でのコネティス構築の難しさに直面し、個人の力量に頼らない自動化の必要性を痛感いたしました。AI には2週間以上の工数を一瞬で解決するポテンシャルがあると思いますが、同時に精査や精度の限界という課題もあります。これらを統合して断片化した情報をまとめ、さらに機械的な検証をかけるという点で、GitLab は私の欲しい機能をすべて兼ね備えたツールでした。AI と GitLab による自動化の統合こそがマルチクラウド環境における Kubernetes 運用の難所を突破する鍵になるのではないかと私は考えました。次に AI によるインフラ構築の効果についてお話しいたします。このセクションでは今回行った AI 駆動開発の具体的な進め方についてお話しいたします。まず最初に取り組んだのが AI に対して自分の技術レベルを理解させるためのコンテキスト共有になります。AI に自身のスキルや状況を同期させて出力の精度を減らすために、まずは構築作業の開始前に私の詳細な経歴や過去の作業実績、速度などをインプットいたしました。画面にあるように、プロンプトを通じて自身の習熟度を記憶させ、AI が私の実力に合わせたウェイトや見積もりを出せるように工夫いたしました。作業前のイシューの作成に関しては、
GitLab MCP を使って出力しています。画面左側を見ていただくと、プロジェクト全体をフェーズ0からフェーズ3まで明確なステップに分けて管理して出力しているのがわかります。ルールを設定することで AI に対してどのくらいの流度で出力してほしいかを明確に伝え、思考のブレを防ぎました。画面右側はその中の一つのイシューの詳細になっております。ここでは単に作成を依頼するのではなく、詳細な要件や検証手順、完了条件など、細かいゴールの定義を厳密にチェックリスト化し、渡すことでかなり流度の細かいイシューを作成してくれました。開発を進める中で避けられないのがエラーだと思います。GitLab CI/CD では、画面左側のように実行ログから詳細なエラー内容を即座に確認することができます。しかし、単にエラーを見て直すだけでは、なぜそのエラーが起きて、誰がどう処理したかという記録が残りません。GitLab では、エラーが発生した際に左側の画面の右上にある New Issue というところをクリックすることで、ログの内容を保持したままタスク化することが可能になっています。これによってエラーの発生から修正までのプロセスを誰でも終える記録として管理することができるようになっています。こちらを見ていただくと、コンテキスト共有の結果がこちらのチャートに現れています。AI と対話し、私のスキルに合わせて作業タスクを見積もった上で、こちらの工程を実施いたしました。さらに、作業にかかった時間やつまずいたポイントをフィードバックし続けることで、全体の工数は当初の想定から50%削減することができました。また、見積もり精度そのものも向上し、非常に計画的な基盤構築が可能となりました。次に AI を使いこなす上で最も重要なガバナンスの説明をいたします。AI は非常に強力ですが、任せきりにすると勝手に直してなぜ直ったかわからないという事態を招きます。これは AI を使ったことがある方なら一度は経験したことがあるのではないかと思います。この問題を起こさないために、私はまず勝手に直さないという制約を AI にかけ、それを徹底していました。具体的な指示として、修正前に必ず修正箇所とその理由を提示させること。そして修正が行われるたびに他の環境やリソースへの影響範囲を AI 自身に自己評価させました。AI を自律的な動作主体とするのではなくて、あくまで人間の管理下にある設計補助ツールとして機能させることが構築のコントロール権を維持することにつながりました。先ほども申し上げた通り、AI が生成するコードの量とスピードに対して、私のような経験の浅い SE が目視だけで脆弱性を完全に取り除くのは現実的ではありませんでした。ここで GitLab の機能を活用し、人間によるチェックの限界を機械的なガードレールで保管しました。具体的には GitLab の機能の一つである SAST を実行し、リスクをグラフのように可視化、浮き彫りにする仕組みをパイプラインに組み込んでいます。ファイルデータセキュリティプランという一連のジョブが自動で走ることで、マージ前にリスクを確実にブロックできる体制を整えました。インフラ構築の効率化において GitLab のマネージド Terraform State という機能にはとてもお世話になりました。Terraform の状態を記録するステートファイルを GitLab 上で一元管理することで、管理の統合と安全性を両立することができました。これには大きなメリットが3つあります。一つ目はプロジェクトメンバーであれば誰でもアクセスできるので、チーム内での共有が容易になります。二つ目は GitLab 内で管理されるため、S3 などの専用のストレージを別で用意する手間を省くことができます。そして三つ目は、チーム開発にありがちな多重実行による競合をステートロック機能によって自動的に防止することができます。こうしたプラットフォームの機能を使い倒すことで、インフラ管理の難易度を大幅に下げることができました。ここで実際に起きた AI のミスをご紹介します。ある時 Git コミット時に通常の倍以上の謎の遅延が発生してしまいました。確認したところ、通常のコード更新ではありえない 141MB という巨大なデータ増体が起きていたことに気づきました。原因を調査した結果、AI が構成ファイルを生成する際に .gitignore の設定をすべて見落としており、.terraform ディレクトリ内のバイナリとすべてが誤ってコミット対象に含まれていました。ここでの教訓はツールに頼り切らず最終的な出力を人間が確認する重要性です。AI が出したもっともらしいコードに対して人間が持つ違和感こそが品質を守る最後の砦となります。次にセキュリティスキャンの具体的な成果について解説いたします。上のチャートは検知から修正までの推移を表しています。初期段階では GitLab から50件ものセキュリティの指摘がありました。具体的には KMS キーのポリシーが脆弱、データベースがパブリックアクセス可能になっているといったリスクを報告してくれました。
これら一つ一つに対して AI と相談しながら修正を重ねることで、最終的に指摘数を50件から5件まで削減することができました。専門知識が不足していても GitLab の自動検知をガイドにすることで高いセキュリティ水準を維持した構築が可能であることを実証できました。こちらが本セクションのまとめです。AI 駆動開発の実践を通じ、AI を自身のスキルに同期させたパートナーにすることで、工数を50%削減という大きな手応えを実感することができました。AI には強力なポテンシャルがありますが、同時に勝手に直す等の危うさもあります。これを人間の違和感で制御しつつ、GitLab の SAST などの機械的な検証で守る仕組みを整えたことで、脆弱性を50件から5件まで削減できました。AI による加速と GitLab による安全性の統合こそが、新人がマルチクラウド基盤を早くかつ高品質に構築するための最短ルートであると私は感じました。次に構築したインフラの仕組みについてお話しいたします。まず最初に私がこだわったのは、本当に誰が何回実行しても何度でも同じ結果になるかという再現性の確認です。実際にタイムアタック形式で計測したところ、手動構築で最低でも27分かかっていた作業が GitLab CI による自動化後は18分まで短縮されました。さらに何回壊して構築し直しても全く同じ構築が再現できます。単に時間が約33%短縮されたことも重要ですが、それ以上に重要なのは再現性が100%担保されない状態になったことだと思います。初心者であっても安定して成功するまで検証を繰り返した結果、個人の力量に依存しない再現性の高い手順を確立することができました。次に自動化と並行して徹底したのが情報の外部化です。実体験に基づくトラブルシュートとして、Terraform 実行時に起きた EKS のノード作成失敗や Ansible のエラー、証明書設定のミスなど、私が直面した課題とその解決策を詳細にウィキに記録しました。また、英語の公式ドキュメントで重要だと思った部分を日本語化し、チームメンバーがウィキを読んで手順通りに進めれば迷わず作業ができる環境を整えました。ウィキ作成のコースは一見重く感じますが、将来のデバッグ時間と教育コストを大幅に削減するための重要な先行投資であると考えています。エラーやどんなところでつまずいたのかも AI にまとめさせることができるため、書き忘れるということもありませんでした。こちらが実際にまとめている Wiki の内容の一例になります。特に重要なのが、重要な注意点トラブルシューティングのセクションで、例えば、カラー DB3.17 における GCS 認証の制限事項や Terraform と Google クラウド API の競合問題など、実際に動かしてみないとわからないハマりどころを明文化しています。これにより、デプロイワークフローにおいて、Terraform によるインフラ構築から、Ansible、Helm によるアプリケーション展開まで、誰が担当してもスムーズに実行できるガイドラインを作りました。ここで運用上のガバナンスについても触れたいと思います。今回の仕組みでは、すべてを全自動にするのではなく、プッシュ後の構築のフェーズからはあえて手動承認のステップを導入しています。狙いは AI に構築を任せ、人間は決断と責任を担うという責任の境界線を明確にすることです。承認ステップを設けることで、エラーが起きた段階で切り戻しを行うことができますし、誰がいつ、どの環境へデプロイを許可したかという証拠を残すことができるというメリットもあります。ここまでの取り組みの集大成がこのマルチクラウド共通ワークフローになっています。ポータビリティを追求し、AWS、Azure、GCP への展開を右側の図のように GitLab を司令塔とする同一の操作間で実行できる環境を構築しました。クラウドごとのパラメータの際、いわゆるクラウド特有の方言や設定などは AI を活用して整理させ、開発者がやるべき操作は完全に統一されています。人間はどのクラウドに作るかを選択するだけで済むというインフラの複雑さを意識させない開発体験を目指しました。次に各クラウドにおける具体的な成果についてご説明いたします。まずは AWS になります。GUI の構築で言えば自身にとって最も難易度が高かったのが AWS でした。未だに GUI ではちょっと構築することができていないのですが、その脱出を教訓に IAC による安定構築を実現しました。技術的な到達点として自己管理型からマネージド型ノードグループへ移行し、運用負荷を低減しました。さらに、静的なアクセスキーを排除した OIDC 連携を実装したことで、最終的には静的なキーを一切使わず、その都度必要な権限だけ動的に割り当てる形に落ち着きました。これでセキュリティ的にもかなりホワイトな環境になったと思います。
この構築は私にとって最初の大きな成果になりました。続いて GCP における構築成果になります。GCP は AWS と比較して設定項目がかなり整理されているという特性があり、それを活かして短期間で GUI での構築を完了させることができました。私といたしましては、Kubernetes 自体に苦手意識のある方は GCP から利用してみるのがおすすめかなと思います。今回の構築では UI の親和性を生かしつつ、本質的でセキュアな構成の実装に注力いたしました。具体的には、パブリック IP を持たないノード構成によるプライベートクラスターを構築し、外部との通信をクラウドナット経由に限定しました。また、AI との対話を通じて、オートパイロットモード特有の制約を事前に特定できたので、実機での試行錯誤を最小限に抑えて、クラウド KMS による機密情報の暗号化設定なども迅速に実装することができました。次に Azure 環境です。手動構築も難易度が高かったのですが、こちらは GUI でもなんとか構築することができました。複雑な設定体系を Terraform でコード化することによって、最終的に自動構築を実現して高い再現性を担保することができました。主な成果としては、PostgreSQL を VNet 内に閉じまして、外部から完全に遮断されたプライベートな通信経路を構築したこと、そして GitLab CI から Azure へと完全に安全に認証確認をするためのサービスプリンシパルを最小権限で確立したことです。VM サイズの枯渇といった Azure 特有の挙動にも苦労しましたが、その対処法を Wiki に集約することで初心者でも迷わない再構築フローを維持しています。ここでは実際に構築した三大クラウドの論理構成図を並べて比較してみます。左から AWS、中央が GCP、そして右側が Azure の環境になっています。まず共通点として、いずれも踏み台サーバーを入り口として、クラスター本体はプライベートサブネットや VNet 内に設置するというセキュリティを最優先した構築を共通で採用しています。AKS だけスタンダードロードバランサーという機能を使用しているため、納豆を用意しておりません。このようなクラウド特有の設定なども含めて、各社で VPC や VNet、あるいはセキュリティグループや NSG といった具合にサービス名や設定の方言は大きく異なります。しかし、GitLab CI を司令塔に添え、Terraform と Ansible を組み合わせた共通ワークフローを適用することで、この複雑なマルチクラウド環境においても全く同じ運用ポリシーを適用することができました。このようにインフラをコードで抽象化し、GitLab という単一のプラットフォームから操作することで、クラウドの壁を意識させない設計思想の統一とポータビリティの確保が実現できていることが、この構成図からお分かりいただけるかなと思います。本プロジェクトの大きな挑戦の一つが、このデータ層の抽象化になります。Kubernetes によるコンテナ基盤の抽象化だけでなく、データベースへのアクセス層まで ScalaDB クラスターで抽象化することで、マルチクラウド対応の質を一段高めました。通常、クラウドをまたぐと DynamoDB や AlloyDB など、それぞれの独自の SDK を意識した開発が必要になりますが、ScalaDB を介することで、アプリ側からはこれを意識せず開発が可能になります。コードのポータビリティが大幅に向上したことで、将来的な環境移行や複数クラウド併用の障壁を大幅に下げることができました。具体的な設定例がこちらになっています。上から AWS、GCP、Azure での ScalaDB の設定なのですが、接続先や認証情報の書き方が各クラウドの作法に従って定義されているのがわかります。こうしたクラウドごとのパラメータの際は、ここでも AI の力を借りて整理しました。この部分以外の設定ファイルの内容は全く同じになっています。開発者はこの共通インターフェースを通じてデータを操作するため、基盤がどのクラウドであっても同じロジックでアプリケーションを動かすことができます。まさにインフラ非依存のデータ管理を実現した状態と言えると思います。こちらが本セクションのまとめです。自動化により100%の再現性を実装し、知見を Wiki へ徹底して外部化したことで個人の力量に頼らない標準化を実現できました。AI でマルチクラウド特有の方言を整理しつつ、自動認証により AI に構築を任せ、人間が責任を持つ運用ガバナンスも両立しています。さらに、スカラー DB でデータ層を共通化したことで、クラウドの壁を越えるポータビリティを達成しました。インフラの共通化とデータ層を抽象化することで、マルチクラウドの壁を突破できると実感することができました。次に実現したデプロイの仕組みについてお話しいたします。まずは、ここまでの内容を整理したデプロイまでの流れをご説明いたします。
実際にプッシュしてからデプロイ完了まではある程度時間を要するので、今回はお時間の都合上、スクリーンショットでデプロイまでの流れを解説させていただきまして、最後にデプロイされたものでどんな操作ができるかを軽くお見せしたいと思います。実際の自動化フローに入る前に GitLab で必ず事前に設定しておかなければならない部分についてお話しいたします。画面にある通り、まずシークレット情報の登録が必要です。AWS のアクセスキーや ScalaDB のライセンスキーなど、コードに直接書いてはいけない秘密情報をバリアブルズとして安全に保管します。そしてもう一つがランナーの設定です。これはパイプラインのジョブを実際に動かす実動部隊となるサーバーのことです。この二つの要素が揃って初めて AI 駆動のセキュアなパイプラインが動かす準備が整います。準備が整ったら次はタスクの整理です。ここは先ほども説明したのである程度簡単にはなりますが、GitLab MCP サーバーを使ってこれから構築する内容を読み込んでフェーズごとの仕様を作ってと指示を出します。すると画面のようにフェーズ1、2といった具合に明確にステップ分けされたイシュー群が生成されます。このようにプロジェクトの全体像を細分化して管理することを AI に手伝わせることによって、新人の私でも何をどの順番で進めればいいのか迷わずに構築の主導権を握り続けることができます。開発が進み、コードを GitLab にプッシュすると、ここからは自動検証のフェーズに入ります。ここでは主に3つのステージが自動で進みます。まずはじめにプリペアステージになります。こちらではライセンスキーの複合が行われます。環境変数に入れた暗号化データを複合し、後続のアンシブルが使える状態に整います。二つ目にバリデートステージになります。こちらでは Terraform のコードチェックを行います。フォーマットでインデントなどのミスを確認し、バリデートで文法的な論理ミスをチェックします。実行前にわかるエラーはすべてここで弾かれます。三つ目にセキュリティステージになります。こちらでは SAST を用いて SD が公開されていないかといった設定ミスを検知し、シークレットディテクションによってパスワードを直書きしていないかといった漏洩リスクを自動で炙り出すことができます。ここまでは人間が介在せずプッシュするたびに GitLab が厳格にチェックしてくれます。この機械的なガードレールがあるからこそ安心して開発を進めることができます。検証をパスした後は、いよいよ実際の構築に入ります。ここからは一つ一つの結果を確認しながら進めました。エラーが起きた時に修正しやすいという点から、あえて手動実行を挟むプロセスにしています。まずはプランステージです。ここでは計画書を作ります。今のインフラとコードを比較し、これから何を作るのかのプレビューを表示します。事業者はこの内容を見て意図しない破壊が行われないのかの最終確認をします。次にアプライステージになります。プラン確認後、ボタンを押すことで実際にクラウドに対してコマンドが発行されます。VPC、EKS、RDS といったリソースが次々と作成されていきます。ここで生成されたサーバーの IP アドレスなどの情報は次のステップへ自動で引き継がれていきます。最後にコンフィギュアステージになります。プライでインフラができたら、実行ツールが Terraform から Ansible に交代します。Ansible が踏み台サーバー経由で AKS と通信し、ScalaDB などのツールをインストールしていきます。このコンフィギュアが緑のチェックマークに変われば、インフラの構築からツールのデプロイまでが完了します。これで安全で誰でも再現可能なシステムが使える状態になります。それでは、こちらで作ったものでどんな操作ができるか、今からちょっとお見せしたいと思います。一応こちらがパイプラインすべて緑になった実際の画面になるんですけども、こちらから踏み台サーバーに SSH するには、こちらでアーティファクトというものが生成されまして、このくらいのアーティファクトをダウンロードすることで、直接 SSH キーをダウンロードすることができます。で、こちらのダウンロードも、どの権限の人がとか、誰がっていうので、ダウンロードを制限することができるので、誰でもダウンロードできるという状況を防ぐことができます。では実際にサーバーの中に入っていきたいと思います。そしたら、こちらの踏み台から ScalaDB クラスターへアクセスし、SQL でデータを入れてみます。それではまず、ネームスペースから作成していきます。ネームスペースができたので、次はその下にテーブルを作成していきます。
そうしましたら、テーブルの中に次サンプルレコードを。こちらでデータが揃ったので、データが作られたかどうかを見てみます。はい、うまくできています。こちらのスカラ DB クラスターでは裏のデータベースが何でもこの打っている SQL の内容は全く同じで大丈夫になっています。パイプラインを通すと、インフラの構築から、この ScalaDB のデプロイまでが全て完了した状態で操作できるようになります。ここまでで自動化自体は完了したのですが、仕組みを自動化したからといって全てを信じきるのではなく、確認も大切だと思います。私はパイプラインの成功後、どんな小さな修正でも必ず各クラウドのマネジメントコンソールを開き、本当に意図通りに構築されているか自分の目で確認するようにしています。結論として、機械的な正常終了はあくまで通過点だと認識しています。設計者の意図が正しく各リソース、例えばセキュリティグループの設定などに反映されているかを目視で確認する。この工程を挟むことで、構築自体の品質を守ることができると私は考えています。次に本プロジェクトを通じて得られた手応えについてです。まず AI が調査や複雑なマニフェスト作成を支援してくれることで、エンジニアは本質的な設計意図の管理に集中でき、結果的に生産性の向上につながりました。また、GitLab の検証機能がガードレールとして常に稼働することで、自分自身の習熟度に関わらず、最低限守るべきセキュリティラインを確実に維持することができました。最後に、属人化を排除した仕組みによる品質担保が、チーム全体の技術レベルをボトムアップさせる民主化への第一歩になる可能性を感じました。今回の構築時には、その先にある運用についても考慮しました。特に気をつけたのが、クラウド破産の防止になります。インフラを壊して作るプロセスを繰り返す中で、リソースの消し忘れを防ぐために、AI に作成させた一括クリーンアップのスクリプトをデストロイジョブに組み込みました。また、テラフォームによるコストタグの自動付与を調査し、コストを可視化、制御するマインドセットを重視して、その機能を実装いたしました。自動化で構築が容易になったからこそ、不要な時は即座に破棄し、コストパフォーマンスを最大化するコスト意識を強く持つように心がけています。今回の構築で最も強く感じたのは、エンジニアの役割のシフトです。AI が一からコードを書く時間を短縮してくれる分、エンジニアには AI の出力を精査して最終的な安全性を判断する能力が強く求められるようになります。画面下の例のように GitLab の SAST 機能はかなり精密にスキャンしてくれるため、納認しているものに対しても警告は出ます。たとえスキャンで警告が出ても、これは踏み台サーバーなのでパブリック IP を許可しているといった正当な理由を人間が判断して証拠を残すことが重要です。適切なツールと AI を使いこなす側に立つことで、経験の浅いエンジニアでも高度なシステム基盤を安全に統制できる可能性が見えてきたと思います。こちらが本セクションのまとめになります。AI によるタスクの細分化と GitLab でパイプライン化を組み合わせることで、新人の私でも準備からアプリ設定まで迷わず完成できる誰でも再現可能な環境を確立できました。一方で自動化はあくまで手段であり、機械的な成功に満足せず、最後に人間が目視で意図を確認し判断を下す重要性を強く感じました。実装という実作業を AI が肩代わりしてくれる分、エンジニアの価値は精査と判断の能力にシフトしていくのだと実感しました。自動消去によるコスト管理も含め、AI に実務を任せ、人間がその健全性に責任を持つ。この役割分担こそが複雑なシステムを安全に統制し続けるための一つの答えだと思います。最後にまとめのセクションに入ります。まずはこの3ヶ月間の振り返りです。当初 AWS のコンソールで設定ミスを繰り返し、ノードが一切起動しなかった時の難しさは、今では私の大きな財産になったと思います。あの挫折があったからこそ、それをいかに簡単に再現性を持ってできるかに注力し、複雑な設定を根性で乗り越えるのではなく、仕組みで誰でも再現可能にするプロセスを確立できました。手動での構築や俗人化に満足せず、GitLab CI で誰が実行しても18分で同じ結果に到達できるコードによる管理を実現できたことは、自身の大きな成長につながったと感じています。
曖昧な記憶ではなく、常に行動を正解として扱う文化の重要性を最初の失敗から学ぶことができました。AI 駆動開発において最も大切なことは AI を盲信しないための距離感です。AI は非常に強力ですが、丸投げしてしまうと、もっともらしい間違いに気づけないリスクがあります。AI を自分の状況を理解したパートナーとして機能させるための工夫はなるべく行いましたが、AI は完璧ではなく、最終的なゴーサインを出すのは常に自分であるという意識を大切にしました。AI が提案したコードをそのまま使うのではなく、なぜこの構成なのかを自分が納得できるまで問い直す。このプロセスこそがプロジェクトの主導権を握り続けるために不可欠でした。ここで AI が起こしたおかしな挙動の具体例を挙げます。例えば GKE の構築時、その時の構成には不要だったクラウドナットを無理やり組み込んでデプロイしようとしたことがありました。また、ハルシネーションにより AI が構文は正しいと言い切った YAML 形式のコード、こちら左の画像、実際のものになるんですけども、このようなインデントミスが潜んでいたこともあります。先ほどお話しした 141MB の5コミットもそうですが、これらはすべてツールの正常終了だけを信じるのではなく、自分の直感や目視によるデバッグによって防ぐことができたものになります。こうした AI の危うさを補ってくれたのが GitLab がもたらした守りの文化です。サストやシークレットディテクションといった機械的なガードレールが常に稼働していることで、失敗を恐れずに新しいインフラ構成に挑戦できる安心感が生まれました。また、ウィキやマージリクエストに対して、なぜこの設定にしたのかという意図が全て残ることで、情報の透明性と継続性が確保されました。単なるツールとしてではなく、自分の試行錯誤を全て受け止めてくれる活動の記録場所があったことが、今回の開発には不可欠だったと感じています。ここからは、構築の先にある運用と最適化へのロードマップ、次なる挑戦についてお話しいたします。一つ目は、オブザーバビリティになります。グラファナやプロメテウスを用いた監視を深め、サービスの健全性を多角的に可視化したいと考えています。二つ目は、ピンオプスになります。オープンコスト等を活用してリソースを見える化することで、無駄のないインフラ運用を目指しています。三つ目は GitOps への踏み込みです。こちらは Argo CD を導入し、Git リポジトリの設定と Kubernetes クラスターの状態を常に自動同期させる仕組みを作ることが次の目標です。そして今回のプロジェクトを通じて私が抱いた思いをお伝えいたします。それはインフラ構築をもっと開かれたものにしたいということです。Kubernetes は依然として難しいものだと感じますが、今回のように適切なツールや AI を組み合わせることで、その入り口を広げられる可能性を見つけました。歴の浅い私のようなエンジニアでも AI のドラフトと GitLab の検証を借りることで、チームが求める品質に最短距離で近づけるようになります。難しいから一部の人しか触れない状態を仕組み化して簡単にすることで、誰もが安全に貢献できる状態を作る。それによって、ベテランの方々がより高度な設計に集中できるようなポジティブな循環を作っていきたいと考えています。最後に、今回の AI 駆動開発のプロジェクトは大きな一歩でしたが、私自身の挑戦はこれからも続きます。まず取り組みたいのは AI との対話術の探求です。自らの経歴の伝え方や制約条件などのプロンプトの持たせ方を試行錯誤して、どう導けばより精度の高い設計を引き出せるかを磨いていきたいと考えています。また、GitLab のポテンシャルの最大化も不可欠です。承認ルールのコード化やパイプラインの分析、ドラ指標の活用など、GitLab が持つ豊富な機能を使いこなして、チーム全体の開発サイクルをより良くするための工夫を続けていきます。経験豊富な方々のアドバイスもいただきながら、ツールと AI をパートナーとして使い、より安全で効率的な開発文化を追求していきたいと思います。以上で私の発表を終わります。本日はご清聴ありがとうございました。また少しでも興味を持ってくださいましたら、ぜひ QR からコンパスや GitHub を覗いてみていただけるとありがたいです。以上になります。ありがとうございました。